んにちは皆さんどうもバイキングベイビーですはい。で、そうですね。今日はノルウェー、あとノルウェー人あるあるパート2をやりたいと思います。で、早速なんですが、第1位から始めたいと思います。Norway Tesla owners are number one in the world. テスラを持っている世界で一番のね、国ですね。はい。オスロだと確かに普通に散歩していると、テスラのね、車が多分最低5台ぐらいはね、like at least 5 whenever you go out you see like so like yeah, everywhere. もっともっと。そうですね。Even like taxis are Tesla sometimes. Yeah. Yeah. まあでもこの、テスラがね多い理由っていうのはもちろんノルウェー人はお金持ちっていうこともそれもあるんですけど、大きな理由っていうのはやっぱり環境を意識してテスラをね買ってるのだと思います。Norway wants to be more sustainable.And more green. I mean, it's all about cutting down on the emissions and find something sustainable. I mean, there's a lot of buses that goes on renewed gas, biogas. Is that what you call it? Poop gas. Poop gas. Yeah, actually, they run on poop. はい。But it's true, and it's good for the environment. デンマークはそうかわかんないけど、スウェーデンもそうですね。It's not about Sweden. はい、そうですね。ノルウェーのための動画なので、はい、引き続き2番をね、やりたいと思います。はい。はい、そうですね。あと第2位っていうのはそのウィンタースポーツなんですけど、ノルウェーがね、とっても最強すぎて、こう、ウィンタースポーツのね、オリンピック anything. はい、もうその all of the championships、はい、金メダルありすぎてもライバルがそれこそいないぐらいすごい最強なんですよね。それがなぜかというと、スキーは実はね、ノルウェー発なんですよね。There's this saying in Norwegian that Norwegians are born with your skis on. But can you imagine that? 痛い。3番、ノルウェー人はお酒をたくさん飲む。そうです。すごくね、酒強いというか、もう本当にお酒が大好きというか。All combined. I mean, there's a lot of tradition. 多分、ボッカとかテキーラとか。ラムとかシャンポンはい、ちゃんぽんし放題なので、なんかそれこそ日本人の立場から言うとちょっとね、多分彼らのね、ペースにはちょっとね、ついていけないほどすごくね、飲むので、ノルウェーにね、住む予定のある日本人もしいれば、そういうね、付き合いに流されないようにちゃんとね、気をつけてください。ノルウェーでね、ブラックアウトがあるととんでもないことになるので、はい、気をつけてください。Like, I can imagine Japanese people blacking out in winter time. Oh yeah, be careful. はい。でも一番好きな飲み物が多分ビールなんですけど、what do you say is the next option? From there on, it's just like everybody splits and go every different directions and they just find anything and pour it down and then that's that. 第4番です。そうですね、そのノルウェー人っていうのは、そのパーソナルスペースで日本語でなんていうのかな、その他人との距離をすごくこう、日本人みたいにそれこそバスとかトリック、電車もそうなんですけど、基本的にはもう知らない人たちとは、すごいね、距離を置くんですね。それも。座るときもなんかこう、隣にね、座らないようにちゃんとなんかその前の席を選んだりとか、その隣の席を選んだりとか、あとそのすごい近づく感じでなんか会話をすることはまずないですね。それこそ家族とか、彼氏、彼女、妻とか夫じゃなければ、こういうね、近くでね、会話することもなければ、こう、タッチ、no like a lot of touching。ボディタッチもそんなに本当にないですね。あったらまあそれがなんか、それこそ、is flirting, right? If there's like a lot of touches and like. You'll definitely start wondering like, what do you want? はい。5番、はい、small talk。はい。これをね、訳すと、まあ、曲がりのない人たちと、こう、挨拶とか、会話がないんですよね、とりあえず。はい。悪く言えばフレンドリーではない。よく言えば、余計なことをこう、知らない人たちなので別に話さなくてもいいっていう。ただ今マイケルが言うのには、多分おそらくシャイっていうことももちろんあるだろうし、あと普通にね、忙しい日々をね、送ってるから、まあそういう余裕がないと。There's like a lot of barriers. はい。Layers. Yeah, and as you drink alcohol, one layer goes away. Yeah, and they just pure themselves. Yeah, there's one exception here as well, and that is when Norwegians are out hiking or up in the mountains in a cabin
and they meet someone else. They're hiking or up in the mountains. And then they go like, hey, you're doing it too? You're in a cabin? Like, hello? It's like, notice, I'm up here. If you don't see me for a couple of days. Like, Rokuban! Hi. Fish. Norwegians love love fish. 本当に魚料理が大好きですね。はい。どんだけ魚が好きかっていうと、そのノルウェー人が、ね、小さい時からパンにね、そのサバとトマトペーストになったものをね、つけて普通に食べるんですよね。それが結構、すごいひどい匂いなんですよね。なんか、以来も私たちの息子なんですけど、幼稚園でそれをね、食べさせてもらってるんですけど、彼は大好きなんですよね。He loves that. But it stinks. He comes home smelling likeマクレル。サバ。まあ、ね、とりあえずノルウェー人はその魚料理すごくね、大好きっていうことなんですけど、変なところでね、なんかこう、嫌いとかダメって言うんですけど、それが鰹節ですね。It's getting more popular in Norway though, 鰹節。マイケルがね、すごく日本大好きで、日本料理がね、すごい好きなんですけど、それをこの間なんかその実家に帰った時に、アジアマーケット行って食材をね、買ったので、お好み焼きを作ったんですね、マイケルが。で、それをなんか家族に食べさせたいっていうことでね、一応なんかあげたら、鰹節をなんかこう見て、これはなんだって。Oh yeah. 何これ北の方のノルウェー人っていうのは魚とかに普通に慣れてるし、もうそれこそ、嫌いな人はいないほど本当に、ね、慣れてるんだけど、そんな、北ノルウェーのマイケルのね家族がなんか何これ鰹節何食べられない、魚すぎて食べられないとかっていうわけわかんない新しい食べ物に対してこう最初はねちょっと拒絶をするんですよね。なんかわかんないけど、はい、You know that、Norway is known for their dry fish? Yeah, そう Right? そうなのでよく私もなんかわからなかったけどThey're henna. Oh, a fact within this fact. Bonus fact! Norwegians actually introduced salmon to Japan in the 80s. In the 80s? In the 80s, so it's not that very long time ago. どういたしまして。ありがとうございます。Representing over here. 第7番ですね。新しいノルウェー語とその古いノルウェー語のね2カ国語があって習わなきゃいけないっていうねルールがあるんですけど。It's a waste of breath and time where you could actually learn something else. It's a small part of Norway using this other Norwegian language. Actually, like we have so many different dialects. Like, should you put all that in written language and learn all of those? Of course not. That's a waste of time. So why should we like learn this one in particular? 8番、janteloven ですよね。はい。So it's from a village. This comes from a village in Denmark, actually. It's used all over Scandinavia. There's this unwritten law. It's about how a person is supposed to act and behave. So you're not supposed to brag about victory. You're not supposed to show yourself as an individual, basically. One for all and all for one kind of mentality. Yeah. And I actually see less of that community spirit, which is it is all about, janteloven is all about, in say Oslo these days. それもね、いい方向なのか悪い方向なのかわからないですけど、まあね、今のね、それこそミレニアルで最近のノルウェー人の世代の人たちはね、その目立とうとしているからこう何かをしているってわけじゃなくて、その自分のね生き方をしたくて、自分にね正直でいたいからそういうことをしているのであって、他の人はねその上から目線で見たいからって何かをしている人たちもいれば、そうじゃない人たちの方が多いんですけど、まあそういうことがねノルウェー人のね若者たちの間では起きています。第9番ですね。はい。で、そうですね。9番はそのノルウェーのすごくねユニークな教育のねシステムについて話したいと思うんですが、まずね大きな違いといえばまあ制服を着ないっていうことですね。多分まあいろんな意味でねファッションも普通に自由に楽しめることができるし、中学校のねその年齢っていうのは13歳から16歳なんですけど、 They introduced that point system from the get-go, but the last year is the one that counts for the next step. 中学校のね3年間を終えて16歳から19歳の間はその中等教育なんですけど、まあ日本で言うと高校のにあたるような感覚なんですけど、まあちょっと違うんですよね。一般教育に進む人たちと、職業教育に進む2つのねグループがあるんですけど、
まあ、例えばマイケルはその職業のね、教育の方を選んで、シェフになりたいっていうね、選択をしたんですけど。The thing about taking that path is that you cannot apply for a university later on in life if you haven't taken the extra subjects that they have during the general studies. So if you take that, you have to take some extra later on lessons or subjects. そう、例えばそのマイケルの妹なんですけど、彼女はその一般のね、教育を選んで、で、普通にね、ちゃんとポイントを稼いで、で、法律の勉強をしたいっていうことで、そのまんまその大学の方に進んだんですけど、そういうね、まあ二つにこう分かれてるんですけど。There's a lot of good things about this system, but there's one thing I have to criticize the system for, and that is the fact that you are freaking 16 years old when you have to take a decision on what kind of career and path in life you want to go. When you're 16 years old, you don't even know who you are. You know what I'm saying? It's a big decision to make. And that was frustrating for me, at least, for the following years. いくらね、文句があってもなんて言っても、教育費がね、ただなので、it's free education. Free education! はい、Woo! Everybody wins! はい。10番ノルウェー人はバイリンガルです。そうですよね。ノルウェー人はバイリンガルです。バイリンガル。はい、はい。オスロはね、結構その 30% 以上の人たちが移住者なので、国際的なね、環境で育ってきた人たちがね、それこそもういろんな文化のこともしていて、いろんなね、言語のこともしていて、ノルウェーのね、テレビでもすごくね、英語の番組とかたくさんあるし、We don't dub はい、series and shows. 控えている番組とかテレビドラマとかっていうのはあまりないので、本当にね、小さい時から英語を聞き慣れている子たちはいるんですけど、ノルウェー人のね、この小さい子供っていうのはやっぱり英語で話しかけてもわからない子が多いんですけど、大人は大丈夫ですね。まあね、そのアメリカ人とは大違いで、アメリカ人っていうのはね、一つの言語しか話さないっていうことでね、結構有名なんですけど、まあヨーロッパ、まあ北欧の人たちはね、also Swedish people are very good at English, Denmarkians as well. Yeah. But then again, it's not about Sweden! Not about Sweden! はい、まあ普通にね、北欧に来れば、英語さえね、話せれば大丈夫なので心配しないでください。はい。まあ、ということで今回の動画はこんな感じでしたが、まだまだね、ノルウェーではね、してほしい、みんながね、知らないことがたくさんあるので、また、機会があればこういう動画をまた作りたいと思うんですが、はい。もしリクエストとか、なんか質問とかあればコメント欄で知らせてください。はい。それでは。見てくれてありがとう。ノルウェー人、アルバロでした。またねーバイ